で今日もですね、なんかね、先日タイポッシュのレンズをご紹介したんですが、あれを送ってくださったレイドさんがまたなんかね送ってくださったようで、これはなんかすごいまたいっぱい入っているメモリーカードたちエクストラセンドなのかな。ちょっと読みが怪しい。エクサセンドか。すいません。エクストラセンドじゃなくてエクサセンドみたいです。台湾を拠点とするメモリーカードと、あとストレージソリューションのメーカーらしく、プロフェッショナル向けの、信頼性の高い高品質高性能製品を作っているということで、シネマカメラのレッドとかの代理店もされてるレイドさんが推してるぐらいなので、きっとそういったカメラで本当のプロフェッショナルの方たちが使ってほしいと押せるメモリーカードたちなのでしょう。で、今回送っていただいてるのが、まずはこの2つが SD カード。こっちのが早いタイプ。どうやら2タイプあるみたい。カタリストっていうシリーズみたいです。どうやらどの製品にも5年保証と5年のデータリカバリー保証がついてるみたいですね。4K ローもいけるぜって書いてある。で、これがマイクロ SD256GB で、これ2つ CF エクスプレスカードタイプ B2 つともそうですね。なんかこのナイトロってのすごそうだな。1テラ両方とも1テラですが、サステインドライトがこっちは1400なのに対してこっちは1700で、こっちの方には、VPG400 サーティファイドシネマトグラフィーストレージって書いてあるので、なんかの認証規格があるんだろうな、きっと。こりゃあすごそうだ。私CF エクスプレスカードタイプ B 実は持ってなくてですね。で今回、ありがたく送っていただいたのでちょっと使ってみたいと思います。はい、それでですね、なんとなくここから出てくるものは分かっている方も多そうな気がしますが、これですよ。じゃーん。Z6-3 をですね、はい、ちょっと期間限定でお借りしておりまして、こいつは ZF と違って SD と CF エクスプレスカードタイプ B が入りますので、これで早速先ほどの CF エクスプレスカードを使わせていただきたいと思います。やっぱすごい方から使うべきかな。すごいよ、こっち 12K ローって書いてある。 12K ローって映画撮る人じゃんね。でもZ6-3 は 6K ローがいけるので、よし、これでフォーマットをしてと OK で、これで 6K24p、 これ1時間29分撮れる。さすが1テラバイト、すごいね。なんか Z6-3 は結構想像以上にコンパクトだなって思ったんですけど、で今24120つけてるんで結構大きく見えるんですけど、これに今撮ってる40mmF2 とかつけるとかなり小さくて、これで 4K 撮れん、4K じゃないや 6K ローを本体内で録画できるの
カメラ内で録画できるのすごいなって、なんかすごい時代になったなって思いました。お、飛行機検出してる、ちゃんと。はい。で、この Z6-3 は世界初の部分積層型 CMOS センサーが載ってたりとか、そのおかげでフル HD で 240p 撮れるとか、このサイズなのに 6K ロー動画をカメラ内録画できるとか、むちゃくちゃ明るい EVF がついてたりとか、いろんな新しい最新テクノロジーが満載のカメラではあるんですが、私の撮影スタイルだとなかなかそこまでこの Z6-3 の性能をガンガン活かした撮影っていうのをなかなかしづらいなという部分はあるんですが、Z6-3 でしか今のところ使えない機能としてフレキシブルカラーピクチャーコントロールっていう機能がありまして、それは何かというと、自分好みの色を作ってそれをカメラに登録できるっていう機能なんですね。でそれってこれまでもできちゃっちゃできたんですけど、自由にいじることができなかったんですよね。で今回からそれをニコンの NX スタジオっていう、ニコン純正の写真編集ソフトウェア上で自分好みの色味を作ってカメラに登録するっていうことができるようになりました。でちょっとテストで私もこう作ってみてて、ここにもうすでに2個登録してみていて、なぎこ01となぎこ02、これがね結構ね面白くていいなって思いました。イメージで言うと富士フィルムのフィルムシミュレーションを自分で作って自由に登録できるみたいな。でピクチャーコントロールのメニューの中にクラウドピクチャーコントロールっていうのがあって、いずれはこのニコンイメージングクラウドっていう新しいソフトウェアがローンチした後はクラウド経由でピクチャーコントロールをダウンロードできるようになるみたい。プロのフォトグラファーさんとかビデオグラファーさんとかが作ったピクチャープロファイルをダウンロードできるようになるみたいです。ちょっとまだねスタートしてないのでダウンロードできないんですけど、でちょっとどうやって作るかみたいなのを若干話してみようかな。ちょっとしばらく、お借りしてる iMac を使ってるのでちょっとこの辺りごちゃごちゃなんですが、はい、こちら NX スタジオです。最新版の NX スタジオで使えるようになった、フレキシブルカラーピクチャーコントロールを使ってオリジナルのピクチャーコントロールを作り、Z6-3 に登録するっていう手順をちょっとやってみたいと思います。今この画面には、ZF で撮ったローの写真が表示されてます。こちらの写真をベースに、色をいじっていきたいと思います。この写真若干露出が明るいので少し落としておこうと思います。はい。これまでのピクチャーコントロールだとですね、いじれる項目が少ないんですね。
で、デフォルトは撮影時の設定。私の場合今ここオートになってます。これをここにあるフレキシブルカラーというのを選びます。そうすると写真の表示がよりニュートラルなものになります。ここから各パラメータを調整して自分好みの色味を作っていけます。このフレキシブルカラーの中で調整できる項目には、このあたりのシャープネスの項目、あとは、コントラスト、ハイライト、シャドウ、白レベル、黒レベル、色の濃さ、サイドですね。は調整できます。で、これはトーンカーブでも調整することができるようになってます。さらに、フレキシブルカラーピクチャーコントロールを選ぶと登場する項目として、このカラーブレンダーという項目。これは、ライトルームのカラーミキサーと似たような効果のある調整項目で、色相とサイド、明度をこの色ごとに調整できるというパラメータです。で、もう一つがカラーグレーディング。こちらはライトルームにもあると思うんですが、ハイライト、中間調、シャドウ、それぞれの色相やサイド、明度、どのぐらい、ブレンドするかという項目を調整することができます。それでは実際に色味を調整していってみたいと思います。ただ今回はゼロから作業すると少しお時間がかかってしまうので、私がすでに作成しているカスタムピクチャーコントロール、これですね。ここをスタートポイントにして新たなカスタムピクチャーコントロールを作ってみようと思います。どうしようかな。アジサイの写真なので、梅雨っぽい色味にしましょう。シャドウ。まずシャドウにグリーンをちょっとしましょうか。全体に青緑っぽい写真にしてみようかなと思いますね。はい。こんな感じかな。で、ハイライトにはお花のブルー系の色とはちょっと逆の色をぶつけてみましょう。少しだけね。こんな感じですかね。はい。で、そうだな。少し葉っぱの色味をもう少し青っぽくしてみましょう。そして、どうしようかな。少しシャドウを下げ、こんな感じにしましょうかね。今回はかなり違いを分かりやすくするために派手な味付けにしてみています。で、こうやって、好みの色味が仕上がったら、ピクチャーコントロールのところにカスタムピクチャーコントロールに追加っていう項目があるので、ここで名前をつけて、まずはピクチャーコントロールに追加します。コメント、アジサイ用。そうするとここに表示されるようになります。これをカメラに登録するためには、カスタムピクチャーコントロールを書き出すっていうところを選択すると、このようなウィンドウが出てくるので、こちらで書き出したいカスタムピクチャーコントロールを選択してカードに書き出すとすると、SD カードなどのメモリカードにこのカスタムピクチャーコントロールを書き出すことができます。SD カードの中に、このニコンというフォルダ、その中にカスタム PC というフォルダができて、この3つの .np3 という拡張子のファイルが保存されます。
そしたらあとはこの SD カードを取り出して、カメラに入れます。はい、そしたら SD カード、これを6-3のボディに入れます。でこの時 CF エクスプレスカードを入れてあるとこっちを読んでしまうので一旦出しておきます。SD カードを入れたらメニューからピクチャーコントロールを選びましてメモリーカードを使用で、ここからカメラに登録していきます。1個目、2個目、3個目、3個目がさっき作ったやつですね。でこうするとこのピクチャーコントロールの項目の中にこのようにカスタムピクチャーコントロールという形で3つ自分で作ったオリジナルのピクチャーコントロールが登録されます。でいずれニコンイメージングクラウドっていうソフトウェアが後日ローンチするとこのクラウドピクチャーコントロールっていうところからおそらくクラウド経由でダウンロードできるようになって、SD カードを介してやり取りをしなくて済むので便利になるんでしょうね、きっと。はい、ちょっとじゃあこの作ったやつで撮ってみましょうか。ちなみに動画にも静止画にもどちらにも適用できます。はい、カメラを Z6-3 に変えました。今ピクチャーコントロールはオートの状態です。で、H265 の10ビット一応 6K で撮ってます。でこれをさっき作ったピクチャーコントロールに変えてみるとこんな感じ。すごい全然違う。さっき調整したように、シャドウにグリーン、ハイライトに、ピンク赤っぽい色が乗ってるのがよくわかると思います。ほんと色味は好き嫌い好みだと思うのでこれがどうかっていうのはちょっと置いといて、こんな形で自由に色味を調整してピクチャーコントロールを作ってカメラに登録してその絵作りのままで撮影することができます。ちなみに多分こっちの色味にするといつもの私の絵作りにかなり近いんじゃないかなと思います。これだったらもう取って出しでいいですよね。ただ今までやってきたこのフレキシブルカラーコントロール周りの機能に関しては現状 Z6-3 のみで使える機能らしく、いずれ ZF とか Z8 とか Z9 とかその他の機種でも使えるようになるといいですね。ソフトウェアのアップデートでできそうな気がするのでそのうち対応してくれそうな気もしますが、なかなか魅力的な新機能だと思います。